ぜこんなことになるのか、その裏に隠された真実を先人の知恵ことわざから紐解いていきましょう。答えは動画の最後にわかりますよ。皆さんこんにちは。今日お話しするのは、私たちの心の奥深くに静かにしかし鋭く響くある言葉についてです。朝に睾丸ありて、夕べに死白骨となる。この言葉を初めて耳にしたとき、皆さんはどのような情景を思い浮かべたでしょうか。朝には若々しく血色の良い顔をしていた人が、その日の夕方には命を終え、白い骨になってしまう。この鮮烈でどこか恐ろしくもある対比は、私たちが普段目を背けがちな命の真実を真っ向から突きつけてきます。このことわざは、仏教的な無常の教えを最も象徴する言葉の一つとして、古くから日本人の死生観に大きな影響を与えてきました。特に浄土真宗の蓮如上人が記した白骨の五文章の一節として、多くの人々に知られています。睾丸とは、若さや健康、そして私たちが当たり前だと思っている生の輝きそのものを表しています。しかし、その輝きは決して永遠に続くものではなく、風が吹けばふっと消えてしまう灯火のように脆く危ういものです。たとえ今この瞬間にどれほど元気で活力に満ち溢れていたとしても、1分1秒先に何が起こるかは誰にも予測することができません。この言葉は、そんな残酷なまでの現実を一切の妥協なく私たちに示しているのです。歴史を振り返れば、戦乱や疫病が身近であった時代、人々はこの言葉を単なる知識としてではなく、切実な実感として受け止めていました。死は遠い未来の出来事ではなく、常に今のすぐ隣に潜んでいるものだったのです。現代を生きる私たちにとっても、その本質は何ら変わりません。日々の忙しさに追われていると、私たちはつい明日があるのが当たり前がと思い込んでしまいます。しかし、このことわざはその当たり前という慢心に静かな警告を鳴らしてくれます。では、この無常という教えから私たちはどのようなヒントを学び取ればよいのでしょうか。それは決して人生に絶望したり虚無感に浸ったりすることではありません。むしろこの言葉は、だからこそ今この瞬間を精一杯に大切に生きなさいという力強い生の肯定であると私は受け止めています。いつか必ず終わりが来ることを知っているからこそ、今目の前にある景色や隣にいる人のぬくもりがどれほどかけがえのないものかに気づくことができるのです。いつかやろうと先延ばしにしていることはありませんか。大切な人に伝えそびれている感謝の言葉や、ずっと心に温めていた小さな挑戦、夕べになって後悔を残さないよう、今できることを心を込めて行うことの大切さを、この言葉は教えてくれています。今日という一日を終えるとき、皆さんはどのような気持ちでいたいでしょうか。もし今日という日が人生の一区切りだとしたら、今の過ごし方に納得はできるでしょうか。朝に睾丸ありて、夕べに死白骨となる。この言葉を単なる終わりへの恐怖としてではなく、今をより輝かせるための羅針盤として心に留めてみてください。大切な人にありがとうと伝える、あるいは窓の外の景色をじっくりと眺めてみる。そんな小さな一歩があなたの毎日をより深く豊かなものへと変えていくはずです。今日という奇跡のような時間をどうぞ大切にお過ごしください。今日の話はいかがでしたか。先人の知恵ことわざはまだまだ続きます。次回好奇心の図書館でお会いしましょう。またね。I know I've had my share of dead ends, it's a trend. Early mornings filled with regrets, bad feelings. Those days were fun, but now I hate it, I hate it. I never pinky swore on secrets, my lips sipped from anyone who ever loved me the same back. What's the point if you don't get that? I want it. Are you my last first kiss? I like your vibe if you're feeling this.